今回はボンドを使って床にフロアタイルを貼っていきます。使用する材料と道具はこちらです。合板下地の上からボンドで施工していきましょう。室内を10度から25度に設定して材料を箱から出しておきます。下地に凹凸がないか確認してしっかり掃除しましょう。貼り方は列ごとに半分ずらすレンガ張りを選択。部屋の寸法を測って中心線を引きます。フロアタイルを中心から壁際まで仮置きして、端に来るタイルが極端に短くならないか確かめます。この図の場合、短い辺は2分の1、長い辺は4分の1ずらして基準線を引きます。通常は床の半分にボンドを塗って中央から貼りますが、今回は部屋が広いので一度に貼れる範囲で3分割します。施工に必要な基準となる線を引きましょう。床面を分けてボンドを塗り、フロアタイルを貼っていきます。まず、丸1の床面の範囲にボンドを塗ります。櫛でボンドを均一に伸ばして、ムラができないように塗っていきます。櫛の片面のみを使い、床の上を滑らせるように動かしましょう。塗り終わりの位置を考えてボンドを塗っていきます。もしボンドが余ったら櫛ですくい取って戻します。丸1の床面にボンドを塗ったら適切なオープンタイムを取ります。オープンタイムの後、線の中心から貼り付けていきましょう。引いた線に合わせて貼り付けたら、ローラーでしっかり圧着します。2枚目以降は前のタイルの端に突きつけて貼っていきます。ボンドの貼り付け可能時間に貼り終えるようにします。1枚分より幅が小さくなる端の部分はカットして収めます。残り幅を測ってカットするタイルに印をつけます。印に沿ってカッターで切り込みを入れ、折り曲げて切り離します。カットした方を壁側に向けて貼り付けます。フロアタイル1枚をガイド用として使ってカットする方法もあります。まずタイルを1枚前のタイルにぴったり重ねておき、ガイド用のもう1枚を壁に突きつけて上から乗せます。ガイドの端に沿って重ねたタイルに切れ目を入れて、切れ目から折り曲げて切り離します。カットした面を壁際に向けてタイルを貼り、壁際もしっかりローラーをかけます。1列目をすべて貼った後、各列の最初の1枚だけ真ん中に印をつけておいて、前の列から半分ずらして貼り付けます。残りを同じように貼っていきましょう。
ボンドがはみ出た場合はすぐに拭き取ります。最後の1列を残して貼っていきます。残り1列になるまで貼り付けたら、端のカット ② と同じ方法でカットするタイルを手前に置いて、ガイドに沿って切れ目を入れ、折り曲げて切り離します。カットした端のタイルがはめ込みにくい場合は、ヤスリやカンナなどでカット面を削って微調整しましょう。カットした面を壁際に向けてはめ込みます。隅の部分は壁際の2つの辺をカットして貼ります。丸1の床面に貼り付けができたら、丸2、丸3の床面を続けて貼っていきます。同じようにボンドを塗ってオープンタイムを取り、最後まで貼り付けていきます。壁際に凹凸部分がある場合、カットするタイルを前の列に重ねておき、端材を1枚幅の定規として凹凸に当てながら線を引きます。壁際の形に合わせてカットして貼り付けます。すべて貼り終えた後、壁際の隙間が気になる場合はコーキングを入れましょう。